こんにちは。アボちゃんの観察日記です。ご無沙汰しております。長くお待たせしましたが、今回から AI 音声の声が入るようになりました。この AI 音声は、少々堅苦しい感じで語ります。今後は、今までと雰囲気が変わりますが、これからも、今まで通り、ご視聴いただけたら幸いです。なお、音声がいらない方は、お手数をおかけしますが、音を消してからご視聴ください。では、これからも引き続き、アボちゃんの観察日記をよろしくお願いいたします。2023年は失敗の連続から始まった。簡易温室で発芽させたものを枯らす。こっちも枯らしてしまった。コロナにもかかってしまったし。スマホアプリも調子が悪かった。大きく育ったインパチェンスも枯れる。刺し目で育てていた。冬越し用のインパチェンスも枯れる。秋に種をまいて育てていた。ファセリア・カンパニュラリアも寒さで枯れた。このお花は寒さにも暑さにも弱いみたい。でも落ち込んでいる暇はないのです。寒さに負けず、寒波に負けず、育ってきたお花たちが待っています。肥料を混ぜて、寒肥を入れます。最近は化成肥料が高騰しています。追肥には、有機肥料のペレット鶏粉を主に使っています。冬はみかんを食べる機会が増えるので、みかんの皮を乾燥させて砕いたものや、卵の殻を砕いたものも、加えて使っています。値段が高くなっても、マグアンプ系は欠かせませんよね。もうちょっと足しておこう。害虫予防にオルトラン DX も入れます。暖かくなるとすぐに虫が来ますよね。虫は嫌ですよね。有機石灰をちょっとだけ入れようかな。窒素10、リン10、カリウム10の緩効性肥料を加えます。今回は冬でも肥料を欲しがるお花が多いみたいなので、花壇ではあまり使わない肥料も使ってみることにしました。自家製の米ぬかがメインのぼかしを加えます。このぼかしは複数の発酵菌が入ったものを入れて作ったものです。土の中の微生物の種類が増えて、土の環境が良くなればいいな、と思っています。段ボールコンポストで作った堆肥も加えます。コンポスト堆肥も土の環境を良くするために使っています。段ボールコンポストは気軽に微生物を増やした堆肥が作れるし、鉢植えの土をリサイクルさせて、また使えるようにするのにも役立ちます。コンポストがこんなに園芸に使えるとは、作って使ってみるまではわからなかったです。毎年お花をたくさん植えるのでしたら、段ボールコンポストはおすすめしますよ。忘れていました。今回はバッドグアノも入れてみようと思います。バッドグアノはリンとカルシウムが多いです。何でも気になったら使ってみたいアボちゃんです。使っていけば
そのうち、なんかわかるかもしれん。経験が大事だよね。作った寒肥は、このように土に撒いて、表面の方の土に浅めに混ぜ込んで入れます。ここは、ビスカリア、ブルーエンジェルと、クリスマスローズの苗が植えてあります。このビスカリア、肥料がとっても好きみたい。寒波で枯れかけたけど、なんとか持ち直してくれました。ここには、ダイアンサス、ホランディア、パープルクラウンを植えています。赤いアグルマソウも植えています。ダイアンサスは、寒波に全然負けなかったです。寒さに強いみたいで、寒い中でも少しずつ成長していました。ヤグルマソウも寒波で少ししおれたけど、寒波が過ぎたらすぐ復活してました。早く咲いたところが見たいな。皆さん、使い終わった鉢など、どうやって洗っていますか？私は、お風呂の水を使用して洗っています。洗濯もお風呂の水を使っていて、洗濯が終わったら、ホースをお風呂の窓から出して、別のホースをつないで使っています。朝、お風呂に入れば、水も温かいので、冷たくならずに洗い物ができちゃいます。汚れも落ちやすいです。外で水が冷たい作業は体が辛いですよね。園芸は水を使う作業が多いので、体を冷やしてしまわないように気をつけて楽しんでくださいね。洗うときは右上の黒い箱に水を溜めて使っています。泥箱とか泥船という名のついた何かと役に立つ便利な箱です。ホームセンターで買うことができます。一つ持っておくといいですね。お風呂の水は水やりにも使っています。我が家は冬も乾燥が強いみたいで、晴れた日が2日続くと、日当たりのいい花壇では土の表面が乾いてしまいます。風が強い時は特に乾燥しやすいです。花壇の花は水やりがあまり必要ないという文言をよく見かけますが、信用しすぎてはダメなのではないかな？毎日見てあげて、あれこれ考えてあげた方がいいと思う。園芸を続けていると、正解は常に正解ではない、と思い知らされます。昨年成功しても今年は成功できないこともたくさんあります。でも失敗すれば経験と知恵が増えるから、その分お花のことをたくさん知ることができるので、大好きなお花のことを今までより深くわかることができて嬉しい。お花の失敗は前向きに活かしやすいのも趣味として最高ですよね。こんな風に45リットルのポリバケツにお風呂の水を溜めて、水をすくってじょうろに移して使っています。この方法で水やりをしだした頃は、右手が痛かったけれど、毎日やっていたら慣れました。水やりは結構時間がかかるし、何度も往復するので、日頃から運動しない私にとっての唯一の運動になるかもしれません。お米のとぎ汁で作る液肥もずっと活用しています。大体ですが、1合のとぎ汁を4リットルの水で薄めて使っています。3合のとぎ汁だとこのじょうろで3回分とか、肥料が好きなお花には濃いめとか、アバウトな感覚で使っています。そんな感じでも枯れたりせずに、
ちゃんと使えています。クリスマスローズは、とぎ汁の液肥が好きみたいです。いっぱい咲いてくれると嬉しいね。これ以外のクリスマスローズも、いっぱい咲いてくれたらいいな。また、とぎ汁の液肥は、寒越えの後の追肥としても使いやすいです。それほど、肥料濃度が高くないので、次の追肥までの間に、肥料が好きなお花にあげたりしています。以前、動画で、とぎ汁の液肥の作り方をアップしましたが、その時は、1週間寝かせてから使っていましたが、今は作った翌日や2日後に使うことが多いです。それでも問題は起きていませんし、むしろ液肥の臭みが減るので、翌日以降で早めに使う方がいいみたいです。冬の段ボールコンポストのことをお話ししようと思います。ここからは生ゴミが見える映像ですので、見たくない方はご視聴をお控えくださいね。寒くなってくると、生ゴミの分解が悪くなってきます。寒い時期は大根や白菜などの油中の野菜をよく食べませんか？その油中の野菜の外側の皮や葉をコンポストの資材にするのですが、これがなかなか分解してくれなくて、ずっとそのままの状態が続きます。そんなある時、賞味期限の切れた納豆とリンゴの皮を入れてみると、寒い中でも少しずつではありますが、野菜が分解されていくようになりました。これが果たして正解なのか断定はできませんが、冬にリンゴを食べたり、納豆を日頃から食べたりするのが、人間にとっても土にとってもいいのではないかしら。そういう思いになりました。この段ボールコンポストは、リンゴの皮だけでなく、みかんの皮やかぼすなどの硬い皮もよく分解されます。果樹類の皮が段ボールコンポストに適合しやすい傾向があるみたいです。そしてこれが堆肥になったら、寒越えや追肥、土のリサイクルに役立つので、よかったらやってみて有効活用してほしいです。その時は分解しやすい生ゴミだけを入れるようにするのがおすすめです。そして季節の果物も適度に食べて元気に過ごしましょうね。着なくなった服にくるんでコンポストをしまっていますが、大して防寒効果はないようです。さて、これで今回の動画はおしまいです。寒い中の園芸は辛いですが、これからもお互いに頑張りましょうね。最後まで動画を見てくださり、ありがとうございました。